おはようございます。画家の小木曽です。今日はですね、こちらでこちらですね、こちらの作品をお見せしようと思います。こちら、チェコ、プラハですね、透明水彩で描きました。そんなに基本的な技法ではあるんですけど、僕の多分今までの、YouTube で上げてきた水彩の中でも歴代1、2を争うぐらい大変だった作品でございます。どういう風に詰めていったかなというところがポイントになるかなと思いますので、ぜひぜひ楽しんでみてみてください。細かい描写とかっていうところとかですね、初めの作り、そういったところ注目してご覧ください。それでは本編どうぞ。それでは解説をしていこうと思います。よろしくお願いいたします。今日はちょっと寝落ちラジオ風におじさん顔を出さずにですね、ボソボソとお話をしていこうかなと思います。ちょっと解説としては早速ですけど、見せ場を迎えております。大きな色面をですね、まずダーンと置きました。ダーンと。もう、手前側というのは全部一層薄い影に入っているような、白が建物の中に生の白みたいなのがないような状態にしました。ウルトラマリンブルーとバーンとシェンナ。で、実はもうここぐらいです。あとはひたすら描いていくというような今回動画なので、もう顔を出さずに久しぶりになんか寝落ちラジオ感覚で聞いてもらえたらなと思います。ですね、高評価や勝手に公募展などいろんな作品を見ながらですね、やっぱり私の映画なぜ1000回なんだとかね、勝手に公募展とか思われる人とかもいたりとかするかもしれませんが、私個人としてはやはり皆さんにですね、うまい絵よりもいい絵を描いてほしいという方が強いです。いい絵とうまい絵の違いって、ちょっとあると思うんですけども、私なりのちょっとした定義みたいなのがあって、ちょっとこれは暗いところを引き締めるように、でもそれでもボワーっとにじみますけどね、うまい絵とちょっとこれね、ターコイズブルーみたいに飛ばしてみました。もうなんか遊んどこうかなと。あまりにも今回、動画としても見せ場はもうただひたすら描いていく。ただ画像としてはすごく綺麗なので、出来上がっていく過程15分程度ですけど、あとですね、楽しんでみてもらえればと思います。長いこと教えてきて、うまいという呼ばれるのは一般的にはすごく写実的に、もうどちらかというと空を描いています。ザバザバと白とちょっと青入れてちょっと黄色入れたりとかね、してザバザバザバ、それで乾かんうちににじましたり、でどちらかというと写真とかもう写実的な、もう今なんか写真的なみたいになってきているような感じがして、ちょっと私の中では違和感もあるんですけども、でやっぱりそこにあんまり個性が見受けられない絵って公募展とかではあまり評価されないんですよ。で、私もやっぱりそういうくくりに入れられるというか、どうしても入ってしまうので、だからちょっとなるべくこういう動画とか、なんか絵の具の画材の特性みたいなものをある程度活かして、そして屋根を描いていきました。でも赤系一気に、微妙な赤の違いはあれど、赤系の屋根全部ずっと描いてきました。4時間ぐらいもっとかかってるかな。下書きだけで1時間半から2時間ぐらいかかったような気がしますので、そこから2時間半から3時間ぐらいかかってます。私はどちらかというとそういう、昔からそういううまいというされる。でもやっぱりいい絵っていうのが描きたくてなかなか僕は描けなくて、苦しんできたわけではないですけども、そういうのに憧れはずっとあります。例えばどう言うたらいいんかな。ゴッホはうまいか、いい絵かというといい絵の方やなと思います。ピカソはうまいかいい絵かというと、若い頃はうまい絵、若い頃ね。でバラの時代とかですね、青の時代あたりまではうまいあたりから、頑張っていい絵を描こうというようななんか感じがあるのかなとかですね。でレンブラントはやっぱりうまい絵でもあるし、いい絵でもある。だからなんか僕の中で目指すべきはそこかなというふうになんとなく思ったんですね。例えばアメリカのフォトリアリズムっていうのがあるんですけど、ああいったものは完全にうまい絵です。もう完全にね。完全に。で、でも僕が好きな作家はうまい絵であり、いい絵というですね。で、なんかそこを目指していかないと、それぞれの個性みたいなものが出てこないというか、違いみたいなですね。だからずっと批判
されてきたんですよね。やっぱりこう、写真じゃんとかって言ってね、そうやな、そう見えたら僕の負けやなっていう。じゃあそこの中でどこに特化していくかっていうと、何かその人自身のリアリティみたいなものとか、ですね、絵の具という物質を使ったという以上の何か物質を使ったということに対するアプローチの仕方であるとかということを考えないとうまいねっていうだけで、それで満足する人はそれでいいと思うんですけども、それ以上は多分いかないはずです。なかなかですね、特に公募点とかなってくると、あるところで止まってしまうと。うまい人ってやっぱプライド高い人多いです。私の見てきた中では。私もプライド高いかもしれませんけども、それなりに自分でそういうじゃあどうしたらいいかということを次考えていくので、考えていかんといかんと思うんですけど、上手い人はもう俺は上手いんやからぐらいの感じで終わってしまうような人って結構いたりとかするので、そこの自己分析ができるかというのが次のステップになってくるかなというふうに思います。だからあとはやっぱ僕目指してほしいのはいい絵を描いてほしいと。常にそのいい絵を描いた方が絶対有利なんですよ。絶対有利なんですよ。もう本当唯一無二ってね、言葉ありますけども、人と全然違うというふうになってきたら強いし楽しいし、よりね楽しいと思います。よく書くのに悩むとか手が止まるでしょ。多分そこやと思うんですけどね。もちろんその絵の具に対して慣れないとかっていうこととか、なんか縛りができて本当にネチネチやってるでしょ。同じような色をある程度使い続けていくという感じでもね、もうこれほぼ塗り絵に近いような感じですけども、塗り絵で少し絵の具の偶然とかも使いながら、一つの面も多少ムラっぽくなってもいいから全く同じ色にせずにほんの少しずつ変えたりとかしてるという感じですね。で本当にうまい絵よりいい絵を描いてほしい。でいい絵を描くというのは何かということがまた難しい。でそこのところをやっぱ考えてい考えていくというよりどちらかというと人との違いを認識していくことかなというふうに思っています。認識していくってどういうこと、これも違うっていうことを本当に今でいうダイバーシティという言葉あるんですけどね、なんかだいぶ勘違いされていたのかね、不適切パーティーというのがございましたけども、あれダイバーシティって言ってて多様性という言葉を言いますけど、面白いところで使い合ったなと思いましたけど、本当に多様性っていうね、これもあるこれもあるというように、こういう写実的な絵もあれば、透明水彩もあれば、アクリルもあれば、デッサンもあれば合わせ技もあれば、もう油絵で描いていく人もあれば、写実的なものもあれば、アブストラクトもあれば、そういうの多様性やっぱまず認めることから、絵の多様性認めることから入られていけばいいかなと。やっぱ自分の好きなものじゃないものをなぜこれが評価されるのかなということを認識できない人っていうのもいるんですよ。でそれは歴史の中でやっぱり新しい開拓者とかっていうのはやっぱ評価されてきているんですけど、例えばもう抽象画版なんか俺は嫌いじゃとかね、現代美術なんか俺はもうわからんっていうふうに投げてしまう人ってあんまり成長もしないし、いい絵って描けないです。大体うまい絵は描けるかもしれませんけど、あるところで大体止まるかなって僕は読んでます。すいません、毒舌放送になってますけど、そういうなぜこういうものが生まれてきたんかなとか、なぜこういうのが出てきたんかなって、それがまたその中でも全部がもう許容できるようなことなんかないじゃないですか。世の中でも全部が好きとかっていうことはないでしょ。でもやっぱ頭の固い人っていうのは全部許容せんとできいかんっていうふうに、こんなもんわからんわ知らんわっていうふうにジャッジメントをしてしまう人っているんですけど、もうそのねこういうのもあるんやなと、これもおもろいな、これもしかしてこうしたらもっとおもろなるかなとかっていうことを、認識ができてくると、自分の中のよりいいという感覚みたいなのが培われていくんですね。だからもう初めから拒絶するんじゃなくて、なんでこれが評価されてるのかな、じゃあできたらこれ本物見に行くことが一番いいんですよ。本物見に行ってその生のもの、絵なんかやったら特に生のものみたいなものとか、芸術作品とかね、音楽とかでもそうですけど、生の早送りとかで、ほらもう面白くないけどじわじわと進んでいくでしょ。
生のものという、だから僕らは SNS で評価されたいわけじゃないですよね。本物で評価されたいわけですよ。わかりますかね。SNS でいいねというのをもらって喜んでいるというんじゃなくて、やっぱり僕らは発表して、プロというのは発表あるねして表へ出ていってで、っていうのが、まあそうじゃない人もいていいんですよ、もちろんね。ほらもう右の方から今回出来上がってきましたね。なんかこうあそこのところギュッと引き締めて、左の方は柔らかくファッとせんかなと多少思ってます。それでもなんか金杉もちょっとね、今回俺右下の方汚くなってしまいましたけど、この右下の方というのをもう少し大きいハケかなんかで一気にドバッとやっとけばよかったと思ったんですが、ちょっと躊躇しました。下書きに時間かかるとこう躊躇してしまうということ起こりますよね。皆さんもあるんじゃないですか。でもなんか力技でググググっとこう画面の中書き込みながらこう全体に手が進んでいくと。でまあ本当に特に日本人かな分からんけど、写実しかやらんとかね、そういう先生いていいんですけどね、若いうちからそれ言うの僕すごい違和感があるというかね、まだ可能性無限大やったり書き出した頃とか、から言う人っているんですけど、まあやらないはやらないでいいんですけど、やっぱりあんま伸びてないです。そういう人見てるとやっぱりね、なんかこう写実というより表現の一環としてそういうこう方法を使っているという人の方がやっぱり伸びてるなっていうふうに思うし、その人の表現の一環として、これが必要でっていうふうにやってるでしょ。だから要は写実しかやらんとかね、うまいしか書かんとかっていう風にしてる人ってやっぱりある一発バーンとこう光浴びることあるんですけど、なんかで賞取ったりとかね。でもそれがこう継続して次へ行くかというとなかなかいいか、ほらって言ったでしょ。細かくなってきたでしょ。寝落ちラジオでございます。何の話してんねん。だから僕はいい絵というのを自分の中でこういい絵とうまい絵っていう風になんかこういろんなものを見ながら判断されていけば、写真の領域出ませんねとかっていう風に言われたら多分これはうまい絵やけどいい絵まで行っていないと。じゃあ自分はそういう写実的な表現やったり、写真を用いて、絵を描いていった時にその一線をだからこの右下の村なんかも僕はある程度こう許容しておもろいなと思って描いてます。もっと綺麗にいってりゃそれはそれでいいのかもしれない。これキャンソンボードという紙に書いております。ちょっと今日は難しい話をしているんですけど分かります？なんかいいかうまいかっていうことをなんかこうそれは芸術だけに限ったことじゃないような気がしていたりするんですけどね。例えばどう言った時かなね、なんかこうまあちょっと難しいな。特に絵なんかやったら本当分かりやすいんじゃないかなと思います。本当にこう幅が広いわけじゃないですか。表に出てくるものっていうものがすごく幅広い気がするんですよね。例えば小説とかやったら全然面白くなかったら全く表に出ないと思うんですよ。でも絵って SNS でその図像としてパッと発表できると。で面白くない小説やったら SNS に書いたとしても誰も読まないけど一瞬で図像が目に入ってくるからすごくこうより多様に見えるというのがその絵とか、芸術の作品一つのもの、音楽とかじゃなく、音楽とかでもものすごい下手な演奏とかやったら、視覚には入ってこないじゃないですかね。でも今の SNS 時代やったらばうまかったらSNS に載せたらバズるとかっていうことが起こったりするけどもね、絵はただ垂れ流れてくることがあると、言うてること分かります？ちょっと僕もなんかあんまりまとめずに、夜中3時に喋り出したもんだからこんな話になってしまいましたが、なんかこう勝手にこぼてっていうのを今ちょうどこれ録画している今音声撮ってる時に公開してて、なんかこう見ながら多分すごい不満を持ってらっしゃる方多いんちゃうかなっていうふうに、なんとなくですね、うまいけど厳しいジャッジメントを下した方から一切コメントがないので怒ってやるなっていうこれ激落ちくんというのでね、その辺は別にそれはそれでいいんですけど、僕はそこのとこ投げかけたいなというふうに思って
った部分あるんですよ。うまいんですよ。もうそれはそれで、多分ある程度こう SNS とかで評価されてるんや俺はっていう感じなのかもしれないけど、僕はもうその先一線行ってほしいから厳しめに言ってます。だから僕自身がじゃあお前できとんのかって言ったらそこは分からないけど、まあある一定の仕事ももらえて、でね、発表とかも続けて個展とかをもう依頼されてしているわけですから、やっぱそこのところはちょっと違うのかなというか、まあ別に選ぶってるわけじゃないですよ。3年後まで個展とかね予定、2年になったかな、2年来年再来年その先か3年後か、ぐらいまではね一応仕事決まってますので、そういう点で言うとまあプロとちょっと右下もっと濃くしました。これ写真よりももっと濃くしました。もっと脇役にしたろうかな思ってですね、ちょっと下に流れていくように下に箱を置きました。まあなんかこうその辺というのが許容ができていったりすると技術的に上手な人って山ほどいますけども、そこのもう一個許容できると写実的な絵でもなんか一皮二皮向けて貼って入賞ぐらいまでいっているということに気づいたらね面白いのになと思って見たりとかしています。面白いもんですよね。なんかチャット欄で途中で入選編の私の絵出たとかっていう入選編のところが一番こう視聴回数も伸びないですよ全部あそこやっぱある程度上手な人は固まるんですけど、その1個抜けてないっていうのを逆に選外編が伸びてたり、全部ね選外編と入賞編で入選編が一番僕はあそこのところで考えるべきやといつも思うんやけど、いつも視聴回数伸びてない。あれ面白いなと思って見てます。9回やってくるとそういうデータが集まってくる、ビッグデータになってくるわけですね。そういうのを見ながらやっぱそういうことかっていうふうにこうまたおじさんのなんか肥やしにしていくということが起こります。やっぱ謙虚にですねなんかその辺っていうのを受け止めれる人っていうのは伸びていくと思いますよ。ということで本当に密度ってジャと上げていきました。こんな公募展で全然受けないですよ。はっきり言ってしまうとうまいねって言われて大体終わりです。はい。まあこういうのもまた機会あれば本物を見てもらえたら、ちょっと緩く書いているところあります。カチカチと書きすぎてないで少しラフィーネみたいなのを多く使いながら少し緩く書いている感じがなんか近くで見たらちょっとこうなんか人間と手の動きみたいなのを大事にした作品でございました。今日はちょっとダラダラといい絵とうまい絵のお話をさせていただきました。何の話かようわからんわいっていう感じですけども、寝ましたか？おやすみなさい。ゆっくり皆さんサインを入れました。おやすみなさい。ご視聴ありがとうございました。どうですか？大変でしょ？難しいでしょ？ぜひぜひ皆さんもぐちゃぐちゃとね時間あられる方は転写から大変ですけどチャレンジされてみてはどうでしょうか？本日もご視聴ありがとうございました。以上です。いい子問題だ。2号チャンネル登録よろしくね。